10年以上向き合ってるようなこれが多分ルロワの美味しさの秘訣でもあるんだと思うんですよね。長い上にとっても柔らかいコルクを使ってお鍋に使うポン酢が元だったんですね。徐々に力を加えてあげます。そういうことでですね、もともと、私自身が、板前ですから、ワインのことなんかわかるわけはなくてですね、この料理に合うワインは何だろうということで、某デパートのソムリエさんに泣きつきまして、で、その時に教えていただいた、ルロワのワインを、ずっと、かれこれ10年以上、ルロワと、あとは、ケンソエステートさんですか、その他という風な形で、向き合わさせていただいて、ほとんど同じ種類のワインと、10年以上向き合っているようなわけなんですけれども、ルロワのワインを使っていてですね、非常に困ると言いますか、これが多分、ルロワの美味しさの秘訣でもあるんだと思うんですよね。このね、コルクが、普通のワインのコルクはね、だいたいこのてっぺんから、せいぜいここぐらいまでがコルクなんですね。なので、スクリュー、コルクスクリューとか、ソムリエナイフでいくと、当然これで抜けるわけです。ところがですね、このルロワのワインは、ここが、てっぺんなのは同じなんですが、本当にカバーのこのギリギリのところまで、コルクがついてるんですね。で、このルロワのワインのコルクを抜くのにですね、もう随分私も宿泊をしまして、例えばね、これ外国製だというんで買ってみた、素晴らしい、ソムリエナイフなんですよね。こうやって、ここで、カバーを切って、よくあるソムリエナイフなんですけども、これご覧になってください。ここの長さをね、比較します。当てるとですね、もう当然、一般的なワインの長さのようにですね、先ほど私見せた、こっちかなこっちかなこっからこの辺までなわけです。ところが、このルロワのコルクは、ここまでありますから、この分足りないんですね。で、これを当てて、いつものソムリエナイフのようなアクションにして、くっつけて、ここでギュッてやると、この届かない分だけ、中で、コルクが折れてしまうんですね。で、さあ困りました。どうしましょうっていうので、普通におまけでついているワインオープナー、T 字型のですね、あれを入れて、最後、ピュッってこれで抜いていたのが、本当なんですが、これがね、今日本でお見せしてたの、これ2021年。2019年、これ、コトブルギニオンという新しい、銘柄の、種類のワインなんですが、こちらの、新しい時代でしたら力任せにギュッてやれば、抜けてくれるんです。ところがですね、これが、年代が上がってきてですね、年代が経ってきてですね、こちらの2003年ですとか、こちら、1998だとか、こちらまでになってくると、もうコルクがね、なんていうんですか、ルロワのコルクって長い上に、とっても柔らかいコルクを使っているのではないかと思われます。長い柔らかいコルクで、このワインの品質を保ってあげているという発想なのかな。そういう形でもってしているワインですので、この中で折れるというよりも力任せに引っ張ると、もう今度砕けてボロボロになっちゃうんですね、コルクが。で、どうしましょう
いうことになってくるわけなんですが、ルロア専用に使わせていただいているグッズがですね、これ、貝印さんで出ているワインオープナー。これ優れものなんですよ。この、開けて、この、握り手からね、もう結構使い込んでます感が出てますが、ここの、やや伸びて開いている、この片方をこの中に入れて、入ったらもう片方も入れて、グッ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 って入れて、で、最後、くるって回してると、勝手に抜けて上がってきてくれるっていう代物です。っていう優れものです。で、ただですね、これ使って、だいたい、この、若い時代のワインは、このコルクがしっかりまだこう、はまってますから、いけるんですよ。で、ただ、こちらのね、ゴールドになってくる、古い形の、古い年代のワインになってくると、入れようとして、こう入れるでしょ？ここからこう、入れた瞬間に、もう、コルク自体も柔らかいですから、もう簡単にね、スポッて、コルクが下にさよならしてしまいます。で、これ、どうにかなんないかなと。で、これ以外にも、ヴィンテージワインを抜くためのグッズっていうのが結構いろんなところから出てまして、大変なお値段するものから、いろいろありまして、私も随分、勉強しながらも、お金も使ったんですけども、今現在私たちが使っている、このルロワ専用のね、ゴールドのルロワ専用の、ワインの仕方。これと、もう一つ、こんなものを作っています。これ、元は何の変哲もないものなんですけどもね。することはコルクオープナーをですね、直角に曲げることだけなんですが、案外に太いんですよね。なので、先に、ニッパーやペンチを使ってですね、曲げたいところに、こう、キュッキュッキュッと傷をつけて、で、それで徐々に力を加えてあげます。最後は水道レンチを登場させて思いっきり。かなり力技ですから、気をつけながらしてください。本当にこれ普通のおまけでついてるようなコルク抜きなんですけども、これを曲げまして、曲げるときに、ここですね、1センチぐらい、これだったらばこの下まで抜けるでしょうという長さまで、これを余裕を持って曲げました。でですね、今日はせっかくの動画なの、2003、この動画の機会ちょっと開けてみたいと思います。キャップ開けてみました。で、この口をですね、最初に用意しました。これを使うと、ここに端っこに片方入れて、で、もう片方も入れて、こうしながら中に入れて回すという式なんですが、これやろうとその瞬間にポトッと落ちます。もうそのぐらいすごくゆるーく優しくこう入っている状態ですね。で、これを先ほど私が四角してこう作ってましたね。こう直角に曲がってます。この子をですね、入れるときにちょっと気をつけてください。斜め、できる限り下向きの力、中に行く力を入れないように、こう、斜めに加えます。で、ここまででスクリューの長さいってますけども、
もうちょっと、この分だけね、この分だけ中いじめちゃいますけども。はい、入りました。これで、この上からギリギリのところまでスクリューが通ったところで、この子、脇に出ます。もう申し上げた通りですね、中スカスカに落っこってきそうなぐらいゆるゆるになってますので、そっとそっと。もうスクリューのおかげでかなりそれでもしっかり入れてるんです。で、全部入れ終わりましたら集めて全部ね、ゆっくりゆっくり引っ張んなくていいです。勝手に上がってきますから、持ち上げていってあげる。最後はこう持って、これ自体を持って、一番最後までそーっとそーっと持ち上げてあげます。わかりますかね、この部分にね。私がソムリエさんに相談した理由、そもそものきっかけというのがですね、お鍋に使うポン酢が元だったんですね。原料が自然のもので、しかもかぼすというすごく酸っぱくて、で渋みのあるみかんを使っているわけです。で、このみかんの酸味と渋みがこのワインと喧嘩してしまうんですね。で、渋みが喧嘩するので、カベルネ・ソーヴィニオンという種類ですか。赤ワインはその渋みと喧嘩しないワインをということで、この、ブルゴーニュ、ルロワのブルゴーニュ州は赤なのに使ってるブドウピノノワールという種類を使っているそうです。で、カベルネ・ソーヴィニオン州、ソーヴィニオングループのワインを使った赤ワインでもポン酢に喧嘩しないワインがその後いくつか見つかっていくように、なっていったんですけれども、一番最初に分かったこれなら大丈夫と言って巡り会えたのがこのピノノワールを使っているブルゴーニュの赤でした。で、もう一つですね、白。ポン酢の、性質というのが、いわゆる柑橘類を絞ってるので酸味がすごく強いんですよ。で、白ワインっていうのはそもそもが、酸味を楽しむワインだと伺いました。シャブリに代表されるようなこの酸味の強いワインだと、やっぱりこのポン酢の酸味とぶつかるんですね。非常に困っただったわけなんですが、その中で優しいシャルドネ酒を使った味わいのこのブルゴーニュの白、これは本当に惚れ込みましてで、以来もう10年以上こちらを対話をさせていただいているような、かわいいワインでございます。ルロワのワインをね、私も初めて飲んだ時に
最初に思った感想っていうのがですね、美味しい。本当に、美味しいワインだなっていうことでした。何が言いたいか、何が美味しいは美味しいんです。当たり前なんです。何が申したいのかとしますと、普通、初めての食材を召し上がる時の方っていうのは期待値があるわけです。いろんな味があって、こういう味がするんじゃないかな、こうかな、かな。当然私も、ワイン、嫌いな方じゃないですけどね。こういう味で、ああいう味で、あんな感じ、こんなエクボが出てて、こんな張り出してるところがあってっていうのが考えてたんですが、このルロワのこの赤、初めて飲んだのもこの子でした。茶道がないんですよ。悪く言っちゃうと普通なんです。で、日本人が考えるワインだったらこういう風な味で、こういう風な広がりで、こういうところに出てくるよね、香りもこう立つよねっていうのが、なんて申しましょう。全部その通りになるんです。だからいわゆる、和食の料理人がよく使う言葉なんですが、だし汁で円を作るとかね。そういう言い方をします。このルロワのワインはですね、本当にいい円の描き方をしてくれているワイン。本当になんていうんですかね。個性っていうのの真逆ですね。だからといって没個性じゃないんですよ。マダム・ルロワの名刺代わりだったなんてお話も聞きますが、本当に美味しいワインってこういうもんですよっていうのの、見本を見せてくれたみたいな。それで時が経ってくると、このタニンが強くなるですとか、酸味がこう出てきて、こう、えぐみが加わってきて、これがまた複雑な味わいをとか、よく、ソムリエさんの評価でもっておっしゃる方いらっしゃるんですが、私がルロワを追っかけて見ている限りではですね、古くなってくればなるほど、むしろその味わいは、ここ欲しいっていう味わいのそこをこう、綺麗に、出していってくれて、ますます、他に言葉が見つからないですね。普通という、みんなが想像する、その普通を究極までぐーっとこれですっていう、出してきてくれるような、そういう味わいがあります。なかなかね、今ルロワのワイン、本当に人気になってしまいましたんで、手に入るところ難しくなってはきてますが、お目にかかれる機会があったらば、もうぜひとも召し上がっていただきたいワインだと存じます。